クマック状態のクラッチカバー。すごいな。じゃあこれとこれとこれをいう感じになります。そうです。それで一応今そういう形でこれとこれを組み合わせて1台のものにするという形ですね。こっちもいっぱい色とりどりのがあります。A タイプとそれが今うちでいうマルチプレートでツイン以上のディスク使えるの一番大きな215ミリっていうタイプなんですけど、これが今言っていた A タイプって一番ちっちゃなやつですね。これだけ違うんで、これだけ内側になってるんで、こいつをほんなら1枚でするのがいいのか、これを2枚でするのがいいのか、3枚でするのがいいのかっていう形になるんで、基本的にこれとしたら摩擦面積のパーセンテージで大きさが決まってくるんですけど、この分っていうのは枚数を上げるってことは当然1枚よりも2枚は倍になっちゃうんで、3枚は3倍になるんで、倍々ゲームで上がっていくんで、枚数を重ねた方が都合がいい場合が多いんですよ。であとはクラッチなんかでも勘違いされてることがものすごく多くて、うちのトリプルでうちにシングルがあるじゃないですか。そしたら実際にはトリプルなんか乗れませんって言われるんだけど、トリプルの方が乗りやすいんですよ。で圧着力の問題で考えると、シングルはものすごくスパッと切れてスパッとなくなるんで半クラがないんですよ。でトリプルの場合なんかになると枚数があるので、要するに摩擦面積が多いので、それで摩擦面積が多いとそれだけが逆に半クラになるので、逆にツインとかの方が乗りやすいんですけど、 OS ツインという乗りにくいというイメージがものすごくあって、それがなんか伝説が先走ってますけど、だから僕らなんかすると実はシングルを買われるお客さんなんかでも僕らが話をして、ツインの方が結局対比標効果だけに最終的には安くなるんだよっていう話をすることが多いですね。なんでそうなんですか。実際にはそう初期投資で考えれば確かに片一方のスーパーシングルっていうのが10万円ほどであって、はい、ツインで考えるとこの K のツインが考えると12、13万するから値段的に高いじゃないかって話になるんだけど、考えてみるとこれが要するに2枚入ってると思ってください。2枚入れば要するに耐久力は2倍ですよね。だけど価格が2倍になってるわけじゃないんですよね。10万円のもんが20万じゃないですから、でそう考えると、それとあとはそのメンテナンスする期間もシングルだとこの1枚が削れていくのか、これが4枚あるものが削れていくのかってなると、これだと2枚摩擦面がありますけど、ツインだと4枚になりますよね。そうするとそれだけ長くなるわけだから、メンテナンス期間の時間も長くなるんですよ。そう考えてくると、どっちが最終的に得なのっていうと、ツインとかの方を入れとった方が得なんですよ、実際には。なんだけどやっぱり値段が安いからシングルをとよく言われるんだけど、僕なんかはお話しさせてもらったら、いや絶対にツインの方が絶対得だよ最終的にはと。だから長く持つわけだから。同じパワーを伝えようとするとどっちの方がクラッチペダルが重いんですか。これはですね、実はこの問題じゃなくて、要するにツインとかシングルとかの問題じゃなくて、ダイヤフラムスプリングっていうのがあって、このスプリングのこのスプリングの強さなんですよ。このスプリングの強さ、要するに何キロで抑えてるかなんです。で実際にはこれがちょうどあれなんですけど、これがうちでいう一番ハイパー向けで、よく見てもらうと分かるんですけど、このディスクのバネが2枚になってます、はい、でこれが DS ダブルスプリングっていう DS なんですけど、こっちなんかは1枚なんですよ。本当ですね。でこれで圧着力が違うので、要するにパワー的にはこれで、これのツインにしてしまうと700馬力持ちます。でこっちはツインでも400馬力しか持たないんです。でこれの違いっていうのは圧着力の違いです。だからよりパワーなのか、より使いやすい方がいいなのかっていうんで、いろんな種類があるので、これでいろいろ作り分けをしてるって形です。カバー自体は同じなんですか。このバネが違う。バネが違うだけですね。あとは細かい部品、使ってる部品は微妙に違うんですけどね。全く一緒なわけじゃないんですけど。まだ緑もある。これ色はシリーズで変わる。シリーズで変わります。これが一応うちでいう廉価バー、一番要するに何ですかね、馬力が高いタイプのゴールドが一番高くて、これが弱いタイプです。赤いタイプでストリートマスター、STR って言うんですけど、でこれには別にこの分のシリーズとは別に、ここにストリートマスターっていうグリーンがあって、これまだ売ってないんですけど、ストリートマスターというグリーンで、これはハンプラが使えるものです。
よりハンクラが使えるような形の設計をしてますしてこれは2枚。これ1枚です。一枚。これは1枚ですけど、ストリートマスターっていうのは特別に2枚とかにもできます。だから足は重いですけど、ハンクラが欲しいって方もおられるので、そっちの方向にも考えてはいます。で、これは実際にこれはもうこのままだけども、これで使うもんなんですけど、実際のこのストリートマスターっていうのは、この下につくプレッシャープレートがちょっとギミックが作っても考えてまして、ここに違うプレッシャープレートがついて、こういうものがつくんです。こういう形になって、普通はプレッシャープレートっていうのはこういうソリッドなんです。なんか見たことない部品ですね、あれ。うちで特殊なんで、普通こういうそれは見たことあります。ソリッドな、はい。これが普通のプレッシャープレートって言われるプレートなんですけど、これがストリートマスターってやつはこれが2分割になってて、これが罠になってるんですか？浮いてるんそうですか？そう浮いてて割れになってるんですよ。で衝撃を吸収することによって、ハンクラッチが使えるようになってます。ストロークがここへ少しあるので、それで衝撃を吸収してハンクラッチっていうものを、普通だとうちのメタルだとするとガツンとつながるところがハンクラッチがあってつながるようになってます。これが今ストリートマスターっていう新しいシリーズが作られてます。とあとは昔ながらのここにあるような昔ながらの鉄カバー。それビッグマップみたいな。はい。でこれも基本的にはやはりうちでアルミカバーがよく言われるんですけど、アルミカバーが軽量のアルミカバーだから軽量だからいいって言われるんだけど、あれは軽量で作ったんじゃなくて熱放熱を考えてやってて、実は鉄カバーとアルミカバー重量はほとんど変わらないんですよ。でアルミカバーの方が強度があるんでしゃっきり切れる。アルミの方があるんですか？アルミこれが今これがアルミですね。これがアルミカバー。これの方が強度あるんですか？これは強度が実はあるんですよ。厚みが全然違うので、これの強度があって、でこれの方がしっかり切れるんですよ。でこっちは鉄なんですけど、鉄がいまだに欲しいっていう方がおられるんですけど、鉄がある程度ここが薄いものですから、ここがこうダワンダワンするんですよ。でそれで少しハンクラが生まれるから、ずっと TS っていう種類なんですけど、これもあれ見出したらなくなるかなと思ったんですけど、なくならずにこれが欲しいっていうお客さんがずっとおられて、これはこれで販売をして売れてます。うちはもう本当にクラッチの種類がすごいありすぎて山ほどあって、いろんなお客さんの応募に応えられるようにはしてるんですけど、うちは基本的にお客さん本位なので自分たちの勝手なものを作ってるというよりは、お客さんにこれが欲しいって言われて作りましょうかみたいなことが多いのでZ は社長